こんにちは、MD ジャックです。そろそろ自作 PC が5年目になるので、新調しようとあれこれ見ています。i5-12600 が超絶なコスパですが、マザボが高いのと品薄で価格変動もあり、違うのにしようかと迷走中です。ちなみに自作パソコン歴は20年以上で、関わった PC は120台ぐらいでしょうか。こんにちは、i です。パソコンは i だけに iMac と iPad です。はい、スマホは当然 iPhone です。さて今回は KZ、ZEX Pro です。まず無印が出て、後追いでプロが出るのはもはや定番です。おいおい、いつの間に発売になったんだよと思いつつ注文。税関通過で時間かかってましたが無事到着。無印 ZEX の時はエイジング不足だったのか最初音がいまいちでしたが、今回はそんなことはなく、開封直後に聞いた瞬間、あ、大丈夫だって思い、約150時間のエイジングの旅を経て戻ってきました。今回のローズゴールドがとても綺麗なのでまた買っちゃおうかな。ほんと、見た目から入るタイプだね。色は前回と同じ設定がありますが、無印 ZEX とプロはどこか違うんですか？プロの名を冠するのだからすごいんですかね。まずは簡単な経緯から。今年の低価格中華モデルでは、まず EST 搭載の CCA、NRA が注目を集め、その後、本家 KZ から無印 ZEX が登場。ダイナミックドライバーと EST ドライバー搭載モデルは、どんな音なのよってことで買ってみたけど、価格を考えたらかなり良くて、いや価格を考えなくても結構良かった。低価格 1BA プラス 1DD に縮小気味だった私にはいい刺激になったモデルだったね。ZEX プロに戻って、外観は ZAS とか CCA-CA16 プロとほぼ同じに見える。イヤーフィンの突起もあるタイプ。ミミーちゃんどう思う？装着に問題なくビタッとはまる人にはむしろこの方がいいっていうのはわかるし、ミミィもジャックさんにイヤーフィンが当たるとこ穴開けてもらったから大丈夫だけど、これが原因で装着がうまくできない方もいらっしゃるのを知っているからちょっと考えちゃうのよね。それ以外の部分は KZ の中ではちょっと大きめ。 TWS じゃないからシワだけで安定するし、軸の短いイヤピも用意してあれば調整がしやすくなるので、いろいろ工夫してみてほしいな。いろいろ工夫するのが楽しいのよね。ミミィちゃん今回もありがとう。今日は時間あるからしばらく見ていこうかな。じゃあミミーちゃんも交えて進行しますか。外観の違いの続きだけど、内部も含めるね。形状そのものが違う。ノズル部が金属製。BA ドライバーが追加になっている。数値的には感度がちょっとだけ違う。重量は無印 ZEX よりちょい軽い。こんなところかな。価格が4000円切るぐらいだから、無印 ZEX より1500円ぐらい高めだけど、ノズル部の材質、BA ドライバーの追加を考えれば、まあ妥当なところかね。感度は ZEX プロの方が数値的にはちょっといいけど、実際の音量は無印 ZEX の方が明らかに大きいよ。これは多分チューニングの違いから来てると思うよ。そうなの？さすがミミィちゃん。いやいや、聞き比べればすぐわかるから。無印 ZEX は CCA-NRA の兄弟機だけど、 NRA に比べると低域がちょっと盛られて広域が NRA ほど伸びない感があったんだけど、プロになってどう変わったのか、買う価値があるのかってとこが知りたいところだよね。さっき波形をうっすら表示してみたので、音質比較動画の前にしっかり見ておいていただきましょう。これを頭に入れていただいた上で音質比較動画を見ていただきましょう。Sorry for who you are. Endless apologies won't get you far. 'Cause I know that you know that we're in love. Don't say sorry for who you are. Endless apologies won't get you far. 'Cause I know that you know that we're in love. That we're in love.ではまず ZEX プロの単体波形です。随分平坦な感じしますけど、どうなんでしょうか？
そうだね、低域は大きく出すぎず、その先 1kHz 超えたあたりまでは逆に大きな減衰もなく、ここまではバランス型のチューニングに多く見られる傾向に思えるね。8kHz 付近の広域の強調も多くのモデルで見られる傾向だと思う。比較しないで ZEX Pro だけ聞いていると、重心がちょっと高く、少し広域寄りの印象ですっきりした感じだった。そういう言い方の時って大概何か気になったことがあるんですね。そうだね。それを話す前に、イヤピを変えて測定したのがこれね。このチャンネルでは、ファイナル E タイプで測定した波形を基準にしているけど、最近ステムがちょっと細めのタイプが増えているので、ファイナル E タイプよりワンサイズ小さい、セドナイヤーフィットビビッドとか、クリスタルなどとのサイズ感の相性がいいね。フィット感の違いが結果に現れているかどうかの確証はないけど、聞いた感じではビビッドの方が微妙に良い感じだった。あと、タンジジムの TAPB の低域用と、ラディウスディープマウントも試してみたけど、波形上ではそれほど大きな変化はなかった。ただでさえ2から 5kHz 付近が控えめの出方なので、ZEX Pro を聞くときには、5から 6kHz あたりがこの比較ではあまり落ちない、セドナイヤーフィットビビッドを使おうかなって思ってるよ。なるほど。では次に、無印 ZEX の波形を重ねてみます。だいぶ違うよね。50から 750Hz ぐらいまでの出方は結構違うので、無印 ZEX の低域から低中域の量感は聞いていてはっきりわかるし、プロと聞き比べればさらにはっきりする。それと1から 5kHz 付近のカーブが無印 ZEX ははっきり色付けされているけど、プロはここも特徴なく平坦。特に2から 4kHz あたりの強調が全くないのですっきり聞けるんだけど、薄味で物足りなささえ感じる。ミミーもそう感じてたんだよね。EST ドライバーの稼働帯域って細かくはわからないけど、今回小引きに EA ドライバー3009号を追加しているから、無印 ZEX の時に感じたわずかに抜けきらない感じは払拭されたと思うけど、 EST ドライバーが中広域中心に稼働しているなら EST の EST らしさがちょっと抑えられてしまったのかなとも解釈できるんだよね。ただ、BA ドライバー30095のシェル内の配置は、ノズル部ではなく、ノズル部から遠いところに配置されているのが特徴的で、EST を活かしながら補助的に動作しているようにも感じられる。推測でしかないけど、無印 ZEX でわずかに広域が抜けきれない感じを改善してきたんじゃないかな。と、低域もすっきりさせているし。あ、BA ドライバーの位置、ほんとだ。こんなところにあるのね。中広域以上は EST と BA のハイブリッドか。割合の詳細がわからないのがちょっと残念かも。ミミーちゃんすごいわね。いろいろ知ってたんだ。装着感だけの要請じゃなかったのね。そりゃあそうだよ。それに装着感の要請じゃなくて耳の要請だからね。耳にまつわることなら何でも OK よ。あはは、さすがミミーちゃん。愛ちゃんも頑張らないとね。さて次は CCA/NRA の波形も重ねて傾向を見てみるよ。またこの表示にしてみた。自分なりの解釈だとこんな感じかな。バランスよく聞けるのは NRA。広域があまり強いのが得意でなければ無印 ZEX。全体的にすっきり、無印 ZEX で広域が物足りないと感じていたら ZEX Pro。ZEX Pro は改造感も結構あるし、サウンドステージも広く感じるけど、広域が強めだから自然とそうなるのかな、と思う。本当の改造感の高さ、サウンドステージの広さとはちょっと質感が違う気がする。シンバル系が耳に残るからね。全体的に悪くはないけど、奥行きが足りないのかな。なんか薄めな感じが拭えない。確かに NRA を改めて聞いてみると、立体感やバランスの良さ、迫力を感じられますね。結構印象が違います。ZEX Pro の場合、迫力が欲しくてボリュームを上げれば、広域も一緒に持ち上がって、シンバル系が耳に優しくないです。ZEX Pro はどんな方に向いているかですが、まず KZ コレクターは問答無用で入手で良いでしょう。無印 ZEX だけお持ちでもう少し広域が抜けてほしいと思っている場合は買いかと。CCA/NRA をすでにお持ちならば、あえて ZEX Pro を買うことはないかなと思います。決して悪いわけではないんですけど、プロを関するモデルでもどこがプロだかよくわからなかったです。好みの問題ではありますが、個人的には今回波形比較した3モデルの中では CCA/NRA がバランス、立体感ともに良かったです。そんなところですかね。ミミーちゃん今回は最後までありがとう。またよろしくね。こちらこそ楽しかったですよ。じゃあバイバイ。この結論だとちょっと色が気に入っただけで入手するのは考えちゃうな。後で ZEX Pro もうちょっと聞かせてください。もちろん、ジャンルによってバッチリ合うってこともあるんだし、貸すからゆっくり聞いてみて。はい。ということで、ZEX Pro のレビューでした。では皆様、また次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。